俺は彼氏です。だから俺は彼氏なんです。そう、ものすっごく美人でスタイルがいい、誰もが振り返っちゃうような人の。はい。出会ったきっかけはね、友達主催の飲み会なんですけど、俺は人数合わせ、あっちは女子をまとめる幹事をしてた。少し遅れて到着した俺は手前の隅っこの席。途中参加だったし、俺ってほらどっからどう見ても陰キャでしょ。まあなんていうのは冗談なんだけど、こんな見た目で意外と気を使っちゃうところがあるから、なかなか話に入れなくて、みんなの話に相槌を打つのが精一杯。みんなが一杯目のビールを飲み終わった時にさ、ようやく女性陣の顔を俺は見ることができた。するとね、一番遠いところで大きな声で笑ってる女性がいた。もうさ、グーンって来たよね。はい、0.5 秒で恋に落ちました。そう、いわゆる一目惚れ。俺って慎重だし、ちょっとつ盲信的な感じにアタックなんてしない方なんだけど、どうしてもここだけで終わりにしたくない。飲み会の最中ずっとさ、どうにかして連絡先を交換しなきゃってことだけで頭がいっぱいだった。あれ、ちょっと待って、みんながあの人のこと狙ってない？ほら見てよ、一つ上の先輩も二個上の先輩、部長も。てか部長結婚してるよね。っていうか待って、部長ってあんなお墨のあるキャラだったっけ？目がギラギラしてる。やべえな。俺さ、その時絶対誰にも譲りたくないって思ったんだよ、あの人のこと。いや分かってる、俺は不釣り合いだよ。相手にされない、そんなことは100も承知。でもどうしようもないじゃん、好きになっちゃったんだもん。彼女がね、トイレに立ったタイミングで追いかけるとか、席替えタイムのタイミングに話しかけるとか、もうね、いろいろ考えた。その時々で近づく瞬間を狙ってたよ、まるでチーターのように。音声じゃ伝わらないよね、俺がこうやってチーターの真似してるの。嘘、もうお開き？早くない？で、そっか。ちょっと待って、もちろん二次会に行きますよね。まだ飲み足りないんじゃないですか？待って、俺次の店予約しますんで。だよね、明日も仕事ですもんね。部長、奥さんいるでしょ？じゃあ今日は解散ですか？もう自分が情けなかったよ。やっぱりあんな美人でいつも取り巻きがいるような高嶺の花とそういう関係になりたいとか、結局俺には無理だよ。またもし縁があったら、またどこかで再会できるかもしれない。なんて奇跡みたいなことを考えながら帰る準備をしてた時、ねえそこの君、タクシーで送ってよ。って俺めがけて行ってくる人がいた。はい、誰？俺ですか？って混乱しながら顔を上げたら、目の前に彼女が立ってた。もうね、めっちゃ見下ろす形で俺のこと見てた。もう完全に女王様。最高。いや待って、でも初対面だよ。飲み会の時間があったとはいえ、
そこまで話してないというか、話したの一瞬だけ。もう完全に初対面。住んでる場所だって知らないのよ。なのにとっさに俺「はい」って答えちゃった。俺さ、子供の時からノーが言えなくて、いつも誰かの言いなりだし、誰かについていくタイプだったから、イエスしか答えはなかったんだけどさ。まあね、平日ど真ん中だからかさ、すんなりタクシーを捕まえることができたんだけど、もうその時すっごくホッとした。だってさ、絶対しばかれるよね、タクシー捕まえなかったら。もうだってこんな顔して俺のこと見てるんだよ、早くしてみたいな。ごめん、これ音声作品だから多分伝わらないよね、ごめんね。あのさ、なんで俺、いや、誰でもよかったんだよね。たまたま俺なんだよね、そこにいたから。うんうん、分かってる。てかさ、あー俺汗臭くない？鼻息とか荒くなってたらほんとごめん。てか君の家結構遠いんだね。すごく遠い。俺の家とは全く逆方向にタクシー走ってる。もう帰りは電車にしようと思ったんだけど、終電間に合わないかもしんない。はは。もしかしたらうちに泊まってくなんて言ってくれるかもしれない。ちょっとだけ期待を込めてそう言った俺に返ってきた答えはさ、そう、タクシーで帰れば？だってですよね。もちろん帰りもタクシー決定。もう俺給料日前。でも俺やっぱド M かな。もうテンションぶち上がってる。内心。うん。あのさ、君って結構お酒強いよね。俺飲み会の場は好きなんだけど、お酒は弱くってさ。親は飲めるのに覚醒遺伝でじいちゃんの血が強く残ってたらしくてさ、お酒なんか全然なんだよね。親にはさ、お酒飲めないなんて人生の半分損してるなんて言われて、もうそれこそお酒が飲めないだけでいつでも犯人扱い。でもさ、あれだよ。あれ、そう、あれ。うーん。むしろ甘いものが好きだから、別にお酒飲めないことを残念だなんて思ったことはないんだよね。お酒弱いくせにさ、若干酔ってた俺は自分語りが止まらず彼女からの返事がないことに気づきもしない。いや、気づいてたんだけど気づかないふりをしてた。そんな時、ずっと外を見ていた彼女から一言。ちょっと黙ってて。はーい。笑うしかないよね。確かに喋りすぎてるかもしれないけど、一緒に帰ってるんだから少しくらいは喋ってもいいじゃんね。今まで尻尾ブンブン振り回してた俺だけどさ、一瞬で尻尾が下がっちゃったわけ。シュンって。それから静かな時間が流れました。都内のビルはやっぱ高いなーっていつも思う。あの狭い空間にね、一緒にいられたのはもちろん嬉しかったよ。今もう同じ空気吸ってるって思ったら興奮しちゃってた。気持ち悪いかな俺。やっぱり鼻息荒くなってたかもしれない。ビル高い。てんてんてん丸。連絡先を交換する絶好のタイミングだったのにさ、もう俺浮かれすぎちゃってて聞くの忘れてたよ。もうそれ気づいたのも次の日。何やってんだろうな俺。
結局近づくことなんてできない存在なんだなって自分自身を納得させながらも悔しさでいっぱいで、どうにかこうにか連絡先を聞き出そうと昨日の飲み会のメンバーにそれとなく話をしてみたんだけど、実は誰も交換してなくて、幹事をやってた先輩に聞こうと思ったら、飲み会の次の日だからってあいつ有給取ってやがって知ってるよ、先輩さ、酔いつぶれて一人で帰ってたもん。むしろ家にたどり着いてなかったかもしれない、あの様子じゃ。まあ人生そんな簡単にうまくいくわけないんだからさ。俺も今回は諦めようと自分に折り合いをつけて、さて家に帰ろうと会社の外に出たら、あれいたんだよね、あのお方が。なんでだろう。とにかくすっごいオーラが放たれててさ、誰も寄せつけない雰囲気なのに一目見たら目が離せなくなる。まさに女王様って思いながら、思わず俺電柱の陰に隠れちゃった。いやだってね、俺がズカズカと近づいていったところでさ、あんたどちら様なんて言われたらショックでしょ。ああはい。俺すいませんってすいませんじゃないよねびっくりした俺今話しかけられてるあとあれ職場この近く？いや近くないか。あと、どうしたのこんなところで。焦って挙動不審すぎる俺に彼女はさ、もうなんか何もなかったのようにこう言った。ご飯おごってくれるんでしょ。ちょっと待って、ほんと女王様やっぱそれ俺に言ってるんだよね。いや待って、俺そんな約束してたっけ。いや仮にしてたとしても忘れられるわけないよね、彼女との約束だもん。ない、絶対ない、絶対約束なんかしてない。ごめんなさい、本当にごめんなさい、すいません、本当ごめんなさい。ご飯行く約束してましたっけ。それ俺じゃないんじゃないんですかね。恐る恐る聞いてみたら答えはこう。約束してなきゃダメ。あははですよね、約束今しました。もう即契約、もう即契約。イエスイエス、もちろん行きます。おごらせていただきます。あとでもあれだな、高そうな店絶対予約させるよね。絶対俺が行かなそうな高級レストラン。でも待って、俺を誘う理由って何なんだろうな。まあ、単純に言うことを聞きそうだから。いやまあ聞いちゃいますけどね。まあ射程にしちゃいたいとか。いやそれはない、絶対にそれはない。この人にはもっとふさわしい男がいると思うよ。こんなちんちくりんな俺とさ、誰もが振り返るくらいに美しい彼女、ほんと釣り合わないよ。絶対そういうことじゃないと思う。一緒に歩いてて恥ずかしくなるくらい引け目を感じちゃうよね。もしかして昨日の今日で俺の本気好きバレ、もう本気の一目バレ、一目惚れしてるとかそういうのがバレてるとか、だから都合よく使われてるんじゃないか説。もうタクシーだご飯だっつってさ、俺に言えば OK、 絶対出ると思っての言いなりくん。俺それ知ってる。ダメだ、自分で言ってて情けなくなってきたとか言いつつもさ、一緒にいられるだけで幸せと思ってしまう彼女の魅力にはかなわないんだよね。すいません、夜景が綺麗に見える席空いてますか。彼女の前でカッコつけたくて気取って店員さんに声をかけたんだけど、よくよく考えたら予約済み。
隣で小さなため息が聞こえた。やっちまった。ほんと浮かれすぎて浮かれまくりのポンコツ野郎だ俺は。これで俺に対するポイントは急降下決定と思ったんだけど、食事中彼女は俺のくだらない子供の時の話とか仕事での失敗談を楽しそうに聞いて笑ってくれてた。飲みの席とは違う上品な笑いに新たな発見をしたような喜びを覚えて、また嬉しくなった。昨日いたやつらは知らない笑顔、絶対に俺だけの笑顔は言い過ぎかもしれない。俺勝ち組の仲間入りじゃないのかなこれ。はい、俺の勝ち。調子乗ると良くないことが起きるのは知ってる。俺だけの特別そんなわけないけど嬉しいに決まってる。でも俺は調子に乗って彼女のことをもっと知りたくて、つい多くの質問をしてしまったと思う思うっていう曖昧なのは浮かれてて記憶が途切れだから。なんだろうな、人間浮かれすぎると脳みそが溶ける仕様になってるのかな。なかなかどんな時間を過ごしていたのか思い出せない話した内容すべて覚えておきたいのに半分くらい覚えてないなんて笑っちゃうよね。へえ、君一人っ子なんだ。俺はね、4人兄弟の長男だから、面倒見の良さだけは天下一品っていうか、自分で言うのもなんだけど優しさの塊でできてる。実にくだらない自分アピール。それになんて言うんだろうな、こう見えて結構ふっかるだから誘いの連絡はほとんど OK。 もちろんダブルブッキングには気をつけてるけど、もし彼女ができたら最優先でいつでもどこでも飛んでっちゃうって遠回しに彼女いないアピールもしちゃいました。君ってさ、友達多いよね。すっごく人に恵まれてる。昨日もさ、みんなが君の話に夢中になって楽しんでたし、その笑顔と笑い声が男女問わず人を引きつけるんだろうなって。とても素敵なことだと思う。よく言われるでしょ。あれ、今すごく褒めたつもりがなぜか彼女の表情を曇らせた。口角は上がってるけど目が笑ってない。どうしよう。ごめん。何か今嫌なこと言っちゃったかな俺。いや、もうこういうとこあるんだよな。知らないうちに傷つけちゃうようなことを口走っちゃうんだよ俺。ごめんなさい。すごく間違えたなーって落ち込もうとした時、明日はね、買い物に行くから仕事終わりに迎えに来て。ええあ急。明日の夜買い物。仕事終わったら迎えに行く。会社、家、それとも最寄りの駅かな。まあいいや、オッケー、わかった。そしたら仕事が終わったら連絡するし、残業で遅くなりそうな時も連絡したいから、よかったら連絡先交換しない？よし、流れに任せて連絡先交換の打診完了。そしたら彼女はこう言った。残業と私どっちが大事？残業と私どっちが大事？連絡先の交換をしたいだけなのに、彼女からは斜め上の方から質問が降ってきた。質問返し強烈なやつ。その質問に頭が真っ白になったのは間違いないし、多分呼吸も止まってたかもしれない。彼女の質問に答えるため無理やり呼吸を数回、スーハースーハースーハースーか。待って、その顔かわいい。もちろん残業よりも君が大事に決まってる。そうだね。明日は絶対に残業にならないように朝からフルスロットルで仕事終わらせるから。仕事が終わったら君の職場に迎えに行けばいい？はい、もちろんそれはタクシーでお迎えに上がらせていただきます。じゃあこの後もタクシーで送る？
なんて野暮なことを聞いたんだろうね。当たり前でしょうと言わんばかりの目つきで俺のことをじっと睨みつけた。たまんない。タクシーに乗るとその日も外を眺めてた。もしかして車酔いするタイプなのかな。いや、だとしても話しかけようとしてもできないくらい、見えないバリアで自分を守っているようにも見える。鎧。もしかしたら自分自身を鎧で固めているのかもしれない。笑顔で振りまくのは自分の弱い場所を見せないため。俺にノーと言わせない物言いはノーと言われたら傷つくから精一杯強がってるだけ。恐れ多くもそんな感じに思ってしまった。確かによく思い出してみると、笑っていてもふと目から色が消える瞬間が何度かある。時折見せる表情が彼女の鎧の内側にある寂しさや弱さを表していたのかもしれない。友達に囲まれてあたかも自分はみんなに愛されてる、求められてると見せていても、それは無理にしている状態なんじゃないかなって。今こうしてバリアを張って外を見ている彼女が本来の姿なんじゃないかなって。彼女の横顔をちらりと見ながらそんなことを思ってしまった。この前出会ったばかりなのに全てを知ったようなことを語ってるけど、みんなには見せない彼女が確かにそこにいたんだ。それにしてもどう考えても気まずい雰囲気なのに、俺はなぜか心地よくて、ただひたすらに彼女のそばにいられる幸せをかみしめていた。無言でも気にならない関係って憧れるじゃない？まさにそれ。まあ彼女がどう思っているかはわからないけど。くだらないことで笑って何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事に絞りを挟んで忘れないように、なくさないように。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。ブレレ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 、タクシーが行ってしまった。あれ待って、彼女の職場聞いてない。どうしよう。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになっても僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと守りたいんだ。彼女の職場もしすっぽかしでもしたらどうなるかな。ゾッとする。ねえ君さ、本当に爪甘くない？もうそういうとこがあるから射程って言われるの。私が調教してあげる。そんなのイエスに決まってる。だって好きすぎるもん。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。
魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと大好き。ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない。だけど君を守りたいんだ。0.5 秒で恋に落ちちゃう。早すぎる、一瞬。でも聞いて、夜遅かったんだけど、昨日の飲み会のメンバー全員に連絡して、やっと彼女の職場を聞き出すことができたんだよね。ほっとしすぎてシャワー浴びるのも忘れてた。明日もその次の日も俺ほんとやばい。好きになりすぎる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。んでもっていつもコメントありがとう。大好きだぞこの野郎つうことで、ゆうきちひろでした。俺の声好きか？